こんにちは、和正です。今回は、教育、経済、出生率の3つが互いにどんな関係にあるかを考えてみたいと思います。まずは、教育と経済の関係から見てみましょう。一般的に、ここは正の相関が見られます。つまり、教育水準が上がると、経済力も高くなります。当たり前のようですが、意外と深いです。なぜ正の関係にあるのか、理由を3つに分けて考えてみましょう。1つ目は、人的資本の上昇です。物や金といった一般的な資本ではありません。知識や技能を持った人が増えて、労働の生産性が上がるのです。例えば、飛行機自体は一般的な資本ですが、それを設計できる人は人的資本だということになります。2つ目は、教育によって社会資本がアップします。少し難しいですが、これは人間の信頼や協力を促すものです。例えば、銀行がしっかり機能していれば、蓄財が可能になります。裁判所がしっかり機能していれば、安心して契約書を作ることができます。逆に、安心してお金が預けられないとか、詐欺にあっても助けてもらえない、なんてことは世界全体では日常茶飯事です。安心してビジネスできる社会そのものは、お金で買うことができません。こういった社会の仕組みを社会資本と呼んでおり、経済発展にとって非常に重要なものです。ここが教育水準と関係しています。3つ目は、市場が改善されます。例えば、食材でも電化製品でも、より効率的に消費者に届く仕組みは、教育水準とタイアップしています。ここが改善されると、経済力はアップするのです。簡単に市場経済と言いますが、そこには競争と改善の余地があり、教育を背景に変化してきました。現在もインターネットを舞台に市場は変化していますが、ここはもちろん教育水準と関係しています。まとめますと、教育と経済には正の関係があり、理由は3つあります。1つ目は人的資本、2つ目は社会資本、3つ目は市場の改善です。次に、教育と出生率の関係を見てみましょう。一般的に、負の相関が見られます。つまり、教育水準が上がると、出生率は下がるのです。先進国は揃って教育水準を上げてきましたが、出生率は下がってきました。逆に教育水準の低い国は、一般的に出生率が高いのです。もちろん、これは一般論で当てはまらない場合があります。そこは口述するとして、まず、この一般的な関係から始めましょう。教育水準が上がると、経済力は上がるのですが、出生率は下がってゆく。そのからくりを理解しましょう。なぜ、教育水準が上がると出生率が下がるのでしょうか。やはり理由は3つ考えられます。1つ目は、避妊法に関する知識や利用の上昇です。避妊については、それを知ってはいても計画的に利用できない、という時代がかなり長いのです。特に女性が、自分の出産や子育てに関する意思決定を自由に行えるようになるのは、かなり教育水準が上昇してからです。人類は意外とここに時間がかかっています。昔の先進国や今の一部の国々では、この避妊法への理解や利用がかなり低いです。このことが出生率の高さとつながっています。2つ目は、自己実現という幸福が登場することです。教育水準が上昇すると、自己実現の可能性が広がります。例えば、高い教育を受けた人が、自分のやりたい仕事をしながら、経済的に豊かな家庭を持つ。こんな理想が広がりました。しかし、これは一部の人々だけが、高い教育を受けている時代でした。全体的に教育水準が上がると、誰もが達成できるわけではありません。現実を目の当たりにして、自己実現の幸福と子孫を育てる幸福を、天秤にかける人々が現れました。これはもともと、天秤ではなく、子孫を育てるのは当たり前でした。しかし、自己実現という夢と希望が広がったとき、晩婚化、少子化、そして、最初から子供が欲しくないと考える男女が増えてゆきました。当初は、これを女性のテーマだと考えていました。女性の社会進出が、女性の経済力を高め、結婚に縛られなくなった。このことは、女性の自由を高めるものだと歓迎されたのです。しかし、現代は、男女ともに、自己実現の幸福のために、子育ての幸福を最初から考えない人々が増えています。教育の普及が両方の幸福を追求する方向に動けばよかったのですが、
急激な少子化が後戻りできないところに来ています。出生率が下がる理由の3つ目は、子供への期待です。親の教育水準が上がると、子供への期待や投資が上がることが知られています。当然、儲ける子供の数が減ってゆきます。つまり、少ない子供にしっかり投資しようとします。最初はただ子供の数が減るだけなのですが、そこで止まらなくなりました。今の日本を含めた多くの先進国は、ここが行き過ぎて子供を持つこと自体を諦める人が出ています。最初から子供を持たなければ、プレッシャーから解放されるというわけです。プレッシャーを感じるということは、もし可能なら、しっかり子育てしたいということです。ここには可能性があります。立派な子育てをしなければ、というプレッシャーが弱まれば、本来子供は欲しいというわけです。晩婚化や非婚化は本末転倒なのですが、このプレッシャーは現在も非常に高いように思います。まとめますと、教育が出生率を下げる理由は3つ考えられます。1つ目は、避妊法を知っているだけではなく、計画的に使えるようになること。2つ目は、自己実現の幸福が上昇し、その期待感から子孫を残す幸福と天秤にかけてしまうこと。本来は両方追求できるものなのです。3つ目は、立派な子育てへのプレッシャーが上がりすぎてしまうこと。自分自身が高い教育を受けると、この傾向がより強くなります。以上のような理由から、一般に教育と出生率は負の相関があると言われています。最後に、経済と出生率の関係を見てみましょう。ここは複雑です。正の関係とも負の関係とも言い切れないのです。双方向であると言ってよいと思われます。経済が出生率を下げることもあれば、上げることもある。とても複雑な関係があります。まず負の関係から見てみましょう。一般的には、経済力が高い国や地域では、出生率が低くなる傾向があります。逆に経済力が低い国や地域では、出生率が高いのです。日本にも、貧乏人の子だくさんという言い方が昔からありますが、こちらから考えた方がわかりやすいです。理由は先ほどの教育を考えてください。高い経済力が教育を高め、避妊法の普及や晩婚化を進めて、出生率を下げてゆきます。ここに、経済力と出生率の負の関係が成立します。次に、経済と出生率の正の関係とは何でしょう。西欧諸国も日本と同様に、高い経済力と低い出生率という関係に悩んでいます。この出生率コントロールは先進国共通の悩みとも言えます。しかし、西ヨーロッパの中に、高い経済力と中程度の出生率を持っている国々があります。先日、少子化原則、フランス式対策とは、長所と短所をまとめてみた、という動画をアップしました。フランスは、高い経済力と中程度の出生率を組み合わせています。動画の内容を簡単におさらいしますと、この国は少子化対策ではなく、家族政策をやっています。人間は肉体労働から頭脳労働に環境をシフトさせてきました。先進国が女性の教育に力を入れ始めたのは、その後のことです。頭脳労働中心の社会で、女性が社会進出をすれば、肉体労働時代とは男女の役割が変わってきます。育児を誰がやるのか、時代の変化に対応しようというわけです。フランスはこの部分に GDP の 4% もの大金を投入しています。お金も使って、男女の新しい役割分担になれようとしているように見えます。ところで、フランスの出生率が高いのは、移民のせいだと考えている人がいます。確かに、移民の方が昔から非移民より出生率が高いので注意が必要です。しかしフランスの国勢調査によりますと、非移民だけでも他の先進国より出生率が高いのです。ここが注目を集めています。日本はフランス並みに非移民の出生率を上げることを目指しているように見えます。他の国々についても見てみましょう。インドは今年2023年の半ばに世界一の人口を保有する国になると言われています。この国は近年経済成長が著しいですが、出生率も高いままです。これはインドの人口が多様であり、教育や医療などのサービスが不十分であるためと考えられます。インドでは都市部や高所得層では出生率が低くなっていますが、農村部や低所得層では出生率が高いままなのです。また、宗教やカーストなどの文化的要因も出生率に影響を与えます。インドでは家族計画プログラムや避妊法の普及により、
出生率を低下させる努力が行われていますが、効果は限定的です。将来の人口を考えるとアフリカ大陸も重要です。ここはサハラ以南と以北で分けて考える必要があります。サハラ以南のアフリカでは低い経済力と高い出生率が多く見られます。これは貧困や飢餓、疫病などによる高い子どもの死亡率があり、子どもを多く産むことが生存戦略となっているためと考えられます。一方、富裕層では女性の教育や就労の機会が増え、子どもを少なくすることで生活や競争を有利にするという考えも出てきました。サハラ以北のアフリカではどうでしょうか。ここは中程度の経済力と中程度の出生率が多く見られます。文化について考える必要があります。イスラム教やアラブ文化の影響により、家族や子供への価値観が強く残っていることが出生率に関係していると考えられます。また、サハラ以北アフリカでも女性の教育や就労の進展により、出生率が低下する傾向はもちろん見られます。人間の生活環境が肉体労働中心から頭脳労働中心に変化していくとき、しっかりと対策を立てなければ、出生率コントロールは狂うことになります。さて、この章をまとめますと、経済と出生率の関係は非常に複雑です。正の関係も負の関係も存在します。ただ、経済力が上がると出生率が下がる。つまり負の関係から考えた方が分かりやすいです。その上で、経済力を使って出生率を維持している国もあれば、経済力の再分配で人口爆発を抑えている国もあります。さて、最後に日本について考えてみます。我々の国はもちろん教育水準と経済力は高く、出生率が低い国です。ところが、日本の教育水準は世界で突出しているとは言い難くなってきました。内容によっては、先進国と中進国の間ぐらいと言っても過言ではありません。教育年数ランキングも下がる一方なのです。日本が悪いというより、世界全体が教育に相当な力を入れました。これに伴って、日本の経済力も突出した状態ではなくなってきました。一方、日本は平均寿命が上がったため、高齢者対策に子育て対策の10倍近い大金を投入しています。誤解があってはいけませんが、日本の高齢者は裕福ではありません。むしろ、貧困は高齢者の中にあります。つまり、日本は昔よりお金がなくなっているのです。さて、この状態でどうすれば、少子化を減速させることができるのでしょうか。一つ目はフランスのように、男女の役割を見直すことです。肉体労働時代と頭脳労働時代の違いや、女性の教育をより生かすことを考えていかなくてはなりません。私も日本人なので、ここに根強い反対論があることを知っています。男性が仕事に専念して、著しく経済が発展した時代を知っているのです。しかし今の日本経済は発展どころか、その多くを非正規労働者に依存しています。正規労働者だけ子孫を残しても、急激な少子化で経済が悪化します。経済が悪化すると、より非正規労働に頼り、さらに少子化が進む、という悪循環が起きています。そこで、お金に頼らない少子化対策が必要になります。そこに、男女の役割の見直しがあります。つまり男女の働きというリソースを、頭脳時代に合わせて最適化しようというわけです。一部企業で、正規労働者から子育てを男女で担おうという取り組みが始まっています。在宅、フレックス、ノミニケーションの中止など、すでに子育てを終えた社員も含めて、本格的に働き方を変えて男女の役割を考え直そうというわけです。日本人男女が非正規労働者も含めて子育てをしながら労働生産性を維持する、あるいはこれを機会により労働生産性を上げる、そんな取り組みが始まっています。考え方の2つ目は4世代社会に頭を切り替えていくことです。日本を一つの家族だとすれば現代は完全に4世代です。しかし日本人の頭の中が3世代のままだと、晩婚化は当然ということになります。例えば、3世代時代なら自分自身が祖父母になるのは人生の最後です。しかし、4世代では人生の半分を祖父母として暮らします。この感覚がなければ、20代の女性に出産してもらうことはできません。結婚についても、子供の結婚ではなく、孫の結婚でようやく一段落という発想がなければ、4世代ファミリーの子育てはできません。つまり、寿命は4世代なのに、頭が3世代のままだと、晩婚化、
そして少子化へと進んでゆきます。ここが急激だというわけです。サザエさんという作品が昭和から始まりましたが、日本人が核家族化しても支持を受け続けました。日本人という家族がすっぽり入る器の大きさがあったのだと思われます。これは経済ではなく、文化のパワーです。しかし、さすがにこの作品も4世代は入りません。どうやって4世代で明るく楽しく暮らしてゆくのか。長谷川町子さんのようなパワフルな女流文化人が、将来ヒントをくれるかもしれないと楽しみにしているところです。長くなりましたが、少子化対策は他にも、子育てのハードルを下げたり、自己実現の幸福と子供を持つ幸福のバランスを考えるなど課題は多いです。世界中が少子高齢化に悩んでいますので、日本も悩みながら答えを模索していくしかないのだと考えています。